こんにちは、ミルです。今日はモチベーションが下がったらどうしたらいいですか？モチベーションが下がっているけど勉強しないといけないとき、どうしたらいいですか？という質問にお答えします。まず覚えておいてほしいのは、モチベーションが上がったり下がったりするのは普通のことなので、モチベーションが上がらない、ダメだって悲観的にならないでほしいということです。まず一つ目のモチベーションが下がったらどうしたらいいですかという質問なんですが、私はいつも原因理由を探してくださいと言います。これすごく大切なことだと思っていて、例えば頭が痛い。でも原因がわからない。これだとすごく不安なんですが、例えば肩こりによる頭痛ですよっていう原因がわかれば安心できますし、肩こりによる頭痛なんだったら肩が凝らないようにしようって対策ができますよね。それと同じで、どうしてモチベーションが下がったのか、どうしてモチベーションが下がるのかという理由がわかれば、それに対処すればいいだけなので、まずは原因理由を探してみましょうといつも話します。じゃあどうやって探すのというと、自分はどんな時にモチベーションが下がるかということを考えるです。これは人によって違うので、やっぱり自分で考えてみるしかないと思います。例えば、私だったら進歩が感じられない時とか、何回やってもできない時とか、勉強したはずなのに、覚えたはずなのに忘れちゃって、自分って本当にできないなーって思う時とか。あとは、話したことが相手に通じなかったり、相手が言っていることがわからなかったりした時でしょうか。でね、これが1回2回だけだったらいいんですが、できないことが続いたり、ずーっと進歩が感じられなくなってくると、モチベーションが下がってきたりします。あとね、目標がなくなってしまった時にも下がりますね。じゃあ逆に、モチベーションが上がる時ってどんな時だろうとも考えてみます。これも人によって違うと思うんですが、だいたいモチベーションが下がる理由の反対ですね。私だったら、例えばね、褒められた時。はい。私は褒められると伸びるタイプです。はい。自分の言いたいことが伝えられたとか、相手が言っていることが分かったとか、あとはね、進歩が感じられた時とか、とにかく私の場合ですけど、できた、前に進んでるっていう実感があると、よーし、もっとやるぞーっていうね、モチベーションにつながります。あとは、やっぱり新しい目標ができた時、こういう時もモチベーションが上がります。こんな風にして、まずは自分はどんな時にモチベーションが下がって、どんな時にモチベーションが上がるのかっていうことを知ることが大切だと思います。原因理由がわかれば、それを解決していくだけですね。はい。で、特に女性はホルモンバランスで心身ともにかなり左右されますから、そういう自分の体のリズムも知っておくことが大切です。私の場合ですが、生理中というのは考える力がすごく弱くなってしまいます。簡単な計算もものすごく時間がかかります。例えばね、暗算ができなくなりますね。頭の中で計算するというのができなくなってしまいます。で、自分で生理中はそういう状態になるっていうのが分かっているので、その期間は覚える勉強とか、新しい部分の勉強っていうのは絶対にしません。はい。できなくて余計に落ち込むのが分かっているからです。はい。なので、自分のね、体のリズムを知っておく。これもすごく大切なことだと思います。じゃあ、二つ目の質問で、モチベーションが下がっているんだけれども、学習はやりたい。学習はやめたくない。またはやらないといけない。そんな時どうしたらいいですかについてなんですが、これはモチベーションだけではなくて、体調があまり良くない時にも使える方法なので、ぜひやってみてください。それは、今までやったものを見る、聞くです。ノートを開いて、自分がね、以前書いたものを見るとか、教科書があれば、やったところをパラパラとめくる。例えばね、教科書ノートじゃなくても、ドラマ、アニメ、音楽、ポッドキャスト、何でもいいですよ。見たことがある、聞いたことがある、内容が分かっているものをね、ただ流しておく。これだけでね、すごく効果があるんですよ。で、さっき言ったノートを開くとか教科書を開くって言いましたが、じっくりね、読まなくていいんです。
声に出さなくてもいいですし、理解しようとしなくてもいいんです。さあ復習しようっていうね、こういうのもいらないです。ただ見ればいいんです。で、これだけはどんなにね、モチベーションが下がってもやってくださいといつも言っています。で、ちゃんとした理由があります。これは私が学生の頃、先生に教わった話なんですが、エビングハウスの忘却曲線って聞いたことありますか？これはね、人間の記憶力に関する実験なんですが、ドイツのエビングハウスというね、心理学者が実験したものです。これによるとね、人間というのは覚えたことを1時間後に50%ぐらい忘れてしまうんですって。1時間後ですよ。で、さらに24時間後には70%忘れてしまうらしいんですよ。なんと1ヶ月後にはね、ほとんどゼロに近い状態まで記憶がね、下がってしまうんですって。そう。で、これがね、ほとんど個人差がなくて、どんな人でも同じように忘れていくっていうことなんですよ。はい。これね、学生の時先生から教わりました。で、先生がね、言ったんです。とにかく復習をしてくださいと。授業でやったことを必ずその日の夜とか次の日の朝までにはね、復習してください。で、ノートを広げてね、もう一回書くとか、もう一回見るとか、もう一回問題を解くとか、そこまでしなくてもいいんですって。どうしてもやりたくない。そんな時もありますよね。あとは体調が悪くてやりたくてもできない。そういう時は教科書、ノートを開いてみるだけでもいいですよって言ったんですよ。音声を聞くだけでもいいですよ。それだけでも記憶というのは定着するので、とにかく目で見てくださいと。読まなくてもいいし、書かなくてもいいし、理解しようとしなくてもいい。考えなくていい。とにかくノート広げてって言いました。とにかくノートを広げる。教科書広げる。なんか聞いたことがある、見たことがあるものをただただ流す。それだけでいいからやってって先生に言われたんですね。これ皆さんどう思いますか？私はいつもね、先生もなんか最近モチベーション下がってるんですけど、どうしたらいいですかって聞かれるとね、いつもこういう話をします。一つはね、さっき言った、なんでモチベーションが下がっているのかっていうのを聞くのと、もう一つはね、もうモチベーション下がってるけどもう少しでテストがある。こういう時はね、とにかくね、見るだけでいいから目に入れてくださいといつも言っています。で、見ているうちにやりたくなるかもしれないし、見て終わりかもしれないですよね。でもね、どっちでもいいんですよ。やりたくなければ、もうそこでね、やめればいいし、やりたくなればやればいいし。とにかく、見て終わり、聞いて終わりだとしても、記憶ってね、ちゃんと残るんですって。なので、モチベーション下がってるんだけど、やらなきゃいけない。体調悪いけど、もう少しでテストなんだけど、っていう時は、ただただノートを広げて、ぽーっと見ているだけでもいいです。見えるところに置いておけばね、いいと思います。あとはね、見たことがあるドラマをぽーっと見るとか、ポッドキャストを流しておくとか、とにかくモチベーションが下がっちゃっている時、体調が良くない時は、新しいこととかね、そういうのをしようとしないで、以前やったものをパラパラって眺めてみてください。それだけでもね、十分に効果があると思います。ということで、今日は、モチベーションが下がったらどうしたらいいですか？モチベーションが下がっても勉強しないといけないとき、どうしたらいいですかという質問についてお話ししました。じゃあ、バイバイ。